マネージャーに求められる共感とは、認知的共感の理解を深めようということで、今回は情報提供させていただければというふうに思いますね。共感というのは昨今非常にクローズアップされるキーワードですので、ぜひ理解を深めていただければと思いますね。共感とは何ぞやということなんですけれども、他人の感情ですとか経験ですとかね、そういったものを理解をする能力というふうに言われていますですね。これに似た言葉で同感という言葉があるんですけれどもね、同感っていうのは、相手と同じ、立場に立ってね、相手のことを理解をしていくということで、主観的に相手のことを理解をしていくのが同感というふうに言われているわけなんですけども、最近ですね、実は私はこの共感についてかなり研究をしておりまして、そこで分かってきたことがありましてですね、それをちょっと今日はご紹介できればというふうに思っておりますね。今同感と共感との違いということでご案内をしましたね。実際の研修でもそういった違いをご紹介をした上で、マネージャーにとって重要なのは共感なんですよっていうことでご案内をしてたんですけれども、実はですね、この共感の中にもですね、2種類あるっていうことが最近私も研究してきて分かったんですね。その2つというのはですね、情動的共感と認知的共感なんですね。で、情動的共感っていうのは、情動っていうのは感情を生み出す源なんですけれども、実はですね、定義を読んでいくとですね、ニアリーイコール同感なんですね。一方で、認知的共感ですね、これ英語で言うとエンパシーなんですけれども、こちらがですね、やっぱりマネージャーに求められる共感として非常にこれ重要だということが分かってきたということなんですね。で、この認知的共感っていうのは何かっていうと、一言で言うと視点取得ですね。相手の視点をうまく取れるかどうかということなんですね。ですから、情動的なところは一旦置いといてですね、相手の視点っていうのがきちんと取れるかどうかなんですね。で、そのために求められる、スキルというかですね、やれるようにならなければいけないことって何かっていうと、視座。物を見れる高さをですね、マネージャーが自由に上げ下げできるようになるっていうことが重要なポイントになりますということなんですね。例えば部下やメンバーと話をするときには自分自身の視座を下げて、要はすなわち相手の視点を取得をして、話を聞きつつ、話を、説明をしつつというようなことが必要になってきます。あるいは自分自身の上司と話をする場合には視座を上げて、上司の視座と同じところからですね、ものを見ながら視点を取得をして話をしていくということが重要になってくるんですけれども、これプラスですね、先ほど同感と共感の違い、あるいは情動的共感というキーワードを出しましたけど、あくまで客観的に冷静に視点取得をするということがマネージャーには非常に求められていますということなんですね。で、昨今ですね、多様性、ダイバーシティが重要だというふうに言われますけれども、これもですね、実は共感的な視点というところからですね、説明がつくんですね。ダイバーシティがなぜ重要なのかというと、多くの視点を取り入れられるからダイバーシティが重要なんですね。昨今時代が変化していくとですね、やっぱりいろんなものっていうのは売れなくなってきますね。で、物を売るためにはやっぱりいろんな人の視点を持って商品開発をしたりとかですね、セールス活動をしていくということがやっぱり必要になってきますんで、そういう意味合いで言うとですね、認知的な多様性というのが非常に重要だということなんですね。繰り返しになりますけど、多様な視点をいかに取り入れられるか、これが真の多様性の活用ということになってこようかと思います。以上、マネージャーに求められる共感とは、認知的共感の理解を深めようということで情報提供させていただきました。